さあ始まりました格ゲー喫茶ハメジュン。はい、いつかちゃん、もう早速ゲストの方をお呼びしちゃってください。はい、お二人聞こえますか？聞こえます。今夜のお客様はドグラ選手とルード選手の2人です。今夜のお客様、まずはマルチ格闘ゲーマーとして活躍するドグラ選手。プレイヤーとしての実力はもちろん、トークスキルにも定評があります。そしてフード選手、人間性能最強とも称されるスキルや判断力を武器に国内外で活躍するトッププレイヤーです。まずは最新の話題、シーズン5が開幕し実装された最新アップデートについて伺っていきます。新キャラクターとして、これまでのシリーズにも登場していたダンが実装されましたけれども、お二人はもう使用されましたでしょうか？もちろんですよ。新キャラのダンでしょ。まだ使っていません。そうだろうね。なんでめちゃくちゃ使ってる風な入り方したのに、どういうこと？そうそう、一応当然買ってないですね。V トリガーってこれまでこのストリートファイター5って大体2ブロックのキャラが多かったじゃないですか。V トリガー1はなんと1ブロック、しかも V スキルも、2はすごい面白くてですね、なんか技をキャンセルして挑発するんですけど、その挑発の11フレーム目をキャンセルして通常技を出せるので、メルブラみたいな感じで強キックキャンセルジャックパンチとかできるんですよ。リバースビートですね。リバースビート。そうです、っていう要素があったりして面白い遊びがたくさんあるキャラクターに仕上がってます。そして追加された新バトルシステム V シフト、対戦にどのような影響があるのでしょうか？ V シフトっていうシステムが加わったんですけれども、ドグラ選手、どんな場面で使えばいいですか？なんかもう僕3箇所ぐらいはまとめました。お、それ説明しても分かんないから実際に見た方がいいよ。確かにそっちの方が覚える。実際に見てみましょう。ということで、いつかちゃん、はい、僕が剣使って今ドグラさんにはギル使ってもらってますけれども、V シフト自体は見たことありますよね？自分のキャラは見たことあります。表裏、いわゆる表裏置き攻め。相手が表から攻撃してくるか裏から攻撃してくるかどっちか分かんないっていう、とりあえず押しておけば回避はできます。はい、こうやって表だったらこれ、で裏だったら、いきますよ。はい。あ、痛い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 。もう一個簡単なのが、いわゆるもうクリティカルアーツで、あとはもう手釣り KO が避けられないっていう状況で V シフトするとなんと避けることができます。もう一個はこれは難しいんですけど、V シフトをすることによって相手の V リバーサルを受け止めて手痛い反撃を入れることがもしかしたら可能になってるキャラもいるかもっていう感じですね。でちなみに V シフトは発動すると青色にピカッて光るんですよ。だから僕、いつかちゃんの髪の色もしかしてそれに合わせて染めてきたんかな。いや、自分がやってるゲームの新システムの色に合わせて髪の毛の色変える女の子いる？違った。防御的なシステムだからね。俺は2つ結構シンプルにあって、まずは起き上がりに使うっていうのがすごく大切だと思いますね。 V シフトを使うことによって結構簡単に逃げれますっていう、結構雑に使っていいかなと思います。ただトリガーが2本キャラと3本キャラでちょっと違くて、2本キャラはもう本当に雑に押しても俺はいいかなと思ってるぐらいです。3本キャラは割と、そうちょっと丁寧にやんないと、それでも俺は打っていいと思います。でもう1個は、波動拳とか弾に対して V シフトで確定を取れるんですよね。これはこの2点をこう意識してやれば V シフトは基本的にいいかなと思いますね。ちなみにその V ゲージを、3本の人が気をつけなきゃいけないっていうのはなんでなんですか？いつかちゃん考えてみよう。いける。今のいつかちゃんならいける。待ってください。いける。V ゲージを溜め損ねるから？正解です。正解ですか？正解です。V ゲージは4本たまらないですね大体。なんで3本キャラは1回使うともう使えなくなっちゃう。なるほどなるほど。注目しているキャラクター改めていますでしょうか？ズバリメナトです。メナトに対するなんかキャラクターがちょっとずつ下がったかなっていうイメージで、でメナト自体ってなんかあんまり実はメナトって調整点少なかったんですよね。ここが変わらなかったら結構強そうだなっていう部分も変わってなかったんで、メナトはかなり注目してます僕は。もうキャミーが羽ばたきます。確実に確実に割と上の方にいた中で唯一強化まで
強化されたキャラなんじゃないかなっていう、V シフトって取ったら反撃とかちょっと難しいじゃないですか。でもキャミーの CA ってもしかして V シフト取ったらめちゃくちゃいろんな距離から確定したりします？あると思います。すると思います。飛び道具に対して大体確定してますね、あれ。うん、新しいシステムとの相乗効果もあって元々のキャラパワーもあってっていうので、そういうのも込みで結構キャミーは、どんどん伸びていくんじゃないかなと思いますね。さてここからはお二人のプライベートな部分についても伺っていきたいと思います。はい。お二人が出会った頃のこと、これは覚えてますでしょうか？スパ4ぐらいの時かな、新宿のゲームセンターニステガで、結構ね半年に1回ぐらい大きい 5on5 の大会があったんですよ。僕関西から八百市さんとハイタニと名古屋から徹子さんと板山さんちのに前入りしたんですよ。その日他のバーチャ勢の人たちも板山さんちにすごいいっぱい来てて、その中の一人にフードさんがいて、その時初めて喋りました僕は。スパ4と10年ぐらい前。フードさんがエポ優勝して、あとゴッツも優勝した直後とかそんぐらいの時期です確か。乗っとるな。フードさんもお酒飲んでベロベロやったし、もう相当イケイケな空気を感じましたよ僕は。けど毎日飲んでたんでね。スト4の時に名古屋の NSB でドグラと1回当たってたと思いますね。それが当たりました一応初対戦。私喋ったのも結構俺の中でも最近ですもんね。スト5のどっかの多分海外とか多分そういうウルフォー時代にあれガンスリンガーストラトス、はいはいはい。ガンストでフードさん結構大阪来ることあって、そこでなんかちょいちょい喋ってはいましたね。そしてドグラ選手は先月 YouTube チャンネルも開設しましたよね。はい、ずっとやりたいなとは思ってたんですよ。もう YouTube、関西に豆スパイダーっていうやつがいまして、もう彼に動画をもうチクチク作ってもらってます。これからどういった動画を上げていかれる予定なんですかね？ゲームの攻略とか配信の面白い部分を抽出した動画とかがメインになると思うんですけど、例えば昔の格闘ゲームのキャラクターでこのキャラは本当にすごかったよみたいなピックアップ動画とか、強キャラの強さを、はい、100倍ぐらいオーバーに言うの得意ですよね。もうね関西人なんでもう持ってなんぼみたいなところはあるんでそしてフード選手も積極的に配信されてますよね。最近やってます。奥様との配信をよく見かけますけれども、そうですね。よくご一緒に配信されてるんですか？そうですね。同じゲームやったり、最近で言うとやっぱ APEX ってゲームとか、あとバルヘイムっていうもう通称神ヘイムっていうぐらいもう面白いゲームがあるんですけど、それとか一緒にやったりしてますね。興味あるんだよなバルヘイム。あれ終わってます。スト5できなくなるぐらいもうハマっちゃいますよね。俺も買ったけどできてないんだよな、怖くて。危ないです。危ないです。すでに購入はしてるんだけど、怖いな。いやそんなに神ゲーなのか。気になる。でそしてそういう配信もされてるんですけれども、先日、セブン7のビギナー向けの大会もされていて、私も出場させていただいたんですけれども、どんな印象だったかなっていうのをちょっと。いつかちゃんが？違う、大会全体を通してる。てかあれとかはやっぱりなんかその初心者の人ってやっぱ基本的にまだ周りに同じゲーマー友達って少ないじゃないですか。当然始めたばっかなんで、今回2回目なんですけど、1回目と同じメンバーで参加してくれたりとか、そういうのもあったりして、やっぱりなんかやってよかったなっていうふうになんか思いましたね。逆にどうでしたか？なんかモチベとか。めちゃめちゃ楽しかったですね。負けたけど。いや悔しそうなのがめちゃめちゃ伝わってきましたよ。見てたもん俺。これね大会の話も出てちょっとねいろいろとアップデートの話も聞いて、これ対戦したくなってきましたよ。そうですよね。ですよね。対戦お願いできますか？やるまいか。やるまいか。というわけで、ここからはシーズン5では初となるオンライン三つどもえ戦となります。まずは歌広場潤とドグラ選手、因縁の対決です。アップデートの情報を僕終えてなかったんですよ。で、それを教えてくれたのがドグラさんなんですよ。なのでドグラさん仕込みのファイナルシーズンをちょっとね見せたいなと。僕龍拳対決マジでやりたいんで、龍拳やっちゃってもいいですかね？そしてこの歌広場潤対ドグラという組み合わせ、以前この格撃スハメジンで行われた時は歌広場潤が勝利しているということで確かにあったな。ドグラにとってはリベンジマッチ。しかし使用しているキャラクターは龍です。これまでなかなか不遇というか
やっぱり大会ではあまり見ることのできないキャラクターでしたが、今回かなり、各所にですね手が入っていて、特にコンボですよね。竜巻旋風脚がしゃがみの相手に必ず当たるようになったことで、連続技が決めやすくなっていたりですとか、主要牽制技しゃがみ中キックなどがリーチが伸びている、しゃがみ中キックの派生が速くなっているなっていうところもありますね。対する剣も波動拳の隙が減ったり、立ち強キッククラッシュカウンターとかの距離が近くなったりして、コンボ追撃が安定するようになったりっていうところで強化を受けています。上一進、これが決まる確保罰。おっと波動拳をヒット確認して、この一進につないでいけるのが新たな要素、これ非常に強力です。そして歌い部わーっと JK が飛び出しましたね。まずラウンド戦うまいぞ。後ろにしっかりと昇竜拳対空、ドグラの昇竜対空ありましたね。ここはゲージを使って切り返していくのは歌広場。そして V スキルは2流線脚を選択しています。中間距離中和したつまり、これがしゃがみに当たるようなのが非常に強力ですね。ああいった差し返しのところでもキーになる。画面し入れ替わる。ドグラがどっしりとじわじわとこの歌広間の体力を削って追い詰めて、おっとこれは先端つながらず、新カード剣反撃はできない。どうする中足いい2つのキー置き攻め、ここで V シフトを使ったが小技には反撃入らない。上から入れ替わっているが反撃しっかり、そして EX 竜巻で運んで、歌広間には V トリガー点灯中で新竜拳 V 道具に対する対策にはなっていますが、中和シャドウから一進リベンジに成功したのはドグラ。歌広場さんに負けたプロドグラだけっていうのをずっと僕は言われ続けてきたんで、今回はリベンジできて本当に良かったです。ありがとうございます。 V トリガーと V スキルを22にしてこれから頑張ろうと思ってて、ちょっと勇気を出して変えてみたから、これからにちょっと期待してください。はい。続いて歌広場潤とフード選手の対戦です。前回戦った時にですね、もう何もできずにやられてしまったので、何かできるようにしたいっていうのが目的ですね、目標ですね。はい、V シフトをね、せっかくミカもらったんで、いっぱい使っていきたいなとは思ってます。ミカもなんかちょっと面白い調整が入りましたね。コンボの選択肢なんかの幅が広がっていたりとか、あとはリディーミカアッパーカットからですね V スキルを出せるようになってるんですけど、それが速くなったので、画面足の連続技からの攻めに使っていけるようになりました。フォア対空しっかり投げは抜ける。波動拳に対してリーチが長い。ラリアット受け身を取らないと置き攻めがあると。しかしダッシュで近づいてきたところに中キックターゲットコンボを決めるのは歌広場。体力リーダー歌広場潤、かなり丁寧な立ち回りです。ジャッキック入る。画面中央、そして V シフトに関して言えばやはり投げ技に対しても有効ですから、ミカのそのコマンド投げをループさせる動きっていうのは、ちょっとしづらくなるんですよね。ドリームドライバー投げ、画面足が近づいてきました。しかし波動拳をうまく使っていくのは歌広場。上から位置が入れ替わっている。画面足から脱出することに成功。ここは V リバーサルドロップキックをうまいぞ。飛び道具に対する回答としてこの V シフトブレイクを使っていきます。そしてミカはトリガー2がトリガーが2本ですから、こういった V ゲージを使った技使いやすくなっています。体力ほぼ半分、時間も減ってきている。このまま歌広場逃げ切ろうというのか。中和シーターつまき倒してる。ミカはやっぱり近づけは強いんですけれども、近づかせないようにうまく立ち回ることができました。流線脚を使ったコンボ、一気に画面足攻め切るチャンスか。かかとフードのゲージは満タンです。ため流線脚には V リバーサルピーチゲーター。しかし置き攻めに対して V シフトを使って回避していきました歌広場。ここで溜まったゲージまず1本 PX ブリムストーンから投げ、歌広場の V ゲージが2本溜まっております。画面足が近づいてきました。中足新竜拳、今回コンボが決まりやすくなってタイマー温存しやすくなったぞ。小足から V シフトで逃げていく。ドリームドライバー投げ、よしカウンター EX 周辺ピーチ、画面足バッキン攻め。歌広場どうする。
新竜拳を使える状況少し、おお新竜拳これはつながりませんでした。危ねえ。そのミスをしっかり捉えたフードが取り返して 1-1。 V スキル情熱マイクパフォーマンスに成功。こうなると打撃から投げ技がつながるようになる。そして投げのダメージも上がっております。優先キック打撃打ち出目ガードしている。ためドロップしっかりリリーコンボミスになっているがプレッシャーがかかる。ナルシが来ています。だが無敵アンド切り返した。セルジャンプ相打ち波動拳。ただフードの V スキルまだ消費しておりません。投げのダメージ上がっている。裏広場のトリガーも溜まっていますがどう使うか。上から入れ替わる相打ち。おっと画面足に追い詰めたのは今度は歌広場。プレッシャーをかけられるか。しかし画面足だとフードのこのミカのクリティカルアーツのリーチも伸びるぞ。ああ食らっちゃった。しかも歌っているのでダメージがめちゃくちゃ高いカオスキリということで勝者フードミカ。苦しい。本当にいい勝負だったんで次あたりやばいんじゃねえかなと。もっと練習ですね。でも前よりかはいい戦いになりました。そうですね。はい、はい、接戦でした。三つどもえ戦最後はフード選手とドグラ選手の対戦です。まあフードさんには僕は基本新参を舐めさせられてるんでいい勝負できるようになれたらいいなっていう希望を抱いてはいます。そうですね、ストリートファイターリーグでフードガイアで、そうですね、ドグラっていう同じチームだったんですよ。ちょっと舐めたプレー多かったんでちょっとまた今日は教育しようかなと思います。そしてこの組み合わせでいうとベが1回近づかれると嫌だったところを V シフトこれを使うことでミカの攻めをですねいなしたりすることもできるというのはキーでしょうか。まず突進技をうまく使って画面足に追い詰めていったのはドグラ。これに対して V スキル情熱マイクパフォーマンスはめくることでダメージに変えていった。体力差はかなりつきましたよ。対空で最高リジェクト。そしてコンボを使ってパーフェクトペースです。打撃ポパンから EXW に V シフト止めている。ここからまくることができるかフード。さあ危ないぞドグラどうする。うわここは相打ち。フードとしてもドグラの V シフトを警戒する動きをしたんですけれどもドグラがそれに対して付き合わない動き見事でしたね。通常投げに対して通常投げ抜けを選択しました。よろしくまたスワドグラ。しかしフードもカウンターを取って攻めを展開していきます。ダッシュから上からおおしっかり後ろに出る。そしてサイコワックスからの攻めに対して V シフトを使ってきました。ドロップキックからのレインボータイフン位置を入れ替える大きなダメージ。V トリガーどうだ。おおうまいヘルアタック空中対空。さらにダメージを伸ばしてドグラの攻めが展開される有利な状況。 V トリガー松尾通しゃがみパンチからおっと無理やりブリムストーン。そしてなでしこ呼んで打撃上から守りきれるか。守りきってうわ打撃だから残るぞ。どうなる。ここは一旦距離取る。上からしゃがみこパン。そしてレインボー台風絶叫マシーン乗ったみたいな声が聞こえてきたけど取ったらフード。さあゲージ差もほとんどありません。ファイナルラウンドへ。やはりミカの攻めというのは強さ変わっておりません。V シフトもケアした動きが今回求められますからその辺りどうなるか。バックステップ上から潰して大キャ通る。ドグラのスタンチが危ないぞ。ああ V スキル反撃になっていない。1秒取り留めた。そして投げ抜けを誘って立ち強キック端の攻めジャンプジャックパンチで画面足を維持。今度はフードのスタンチが危ないぞ。それを切り返すための V リバーサル。しゃがみパンチここはガード。お互いにV トリガーまではもう少しかかるか。いやここはもう V リバーサルに使っていくという構えフード。そして白ゲージごとしゃがみジャックパンチで取っていった。ドグラが攻めるサイコアックス非常に強力な技。どうだ反撃ダメージ重視から上から攻めて立ち込むパンチ。おそうだ使ってる。見事 V シフト空振りからではありましたが
クリティカルツバットリーピーチでフィニッシュ。勝者風はいい決め方しましたよ。ドグラ君には今後もね頑張ってもらいたいなと思うんで超えてほしいなと思います。今後はねフードさんにも褒めてもらえるように練習していきたいなと思ってます。頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。初級者いつかの格ゲー修行、格ゲーレッスン。今週はネモ先生に教えていただきます。まずはいつかのランクマッチを見ていきましょう。あ、これは頑張れ、耐えるんだ。あ、頑張って。ね、V スキルをまず見せるっていう姿勢、そして置き攻め、これはねうまいんだけど、マジか。置き攻め回して祭りあ、惜しい。いいおい、狙いがいいぞ。狙いいいですよ。あ、これはいつかちゃんの知らない技が来てるんじゃない？うまい。これはいけるか？惜しい。トリガー回りします。頑張れ、トリガーあるよ。よし。おおい。いいですよ。前線を見せるいつかですが、続くラウンドを失い決着は最終ラウンドに。ボタンを押す回数で負けちゃってる。なんとかトリガーを。トリガーもあるんだけどな。飛び道具を、トリガー。それね。ちょっと嫌でしたね。はい、ということでネモ先生。じゃあ今の試合で困った技ってどんな技でしたか？スライディングですかね。あ、そこなんだ。あと、ゆっくりの球。なんだろう、自分たちの視点だとその V スキル2に困ってるんじゃないかっていうのが結構見て取れてたんですけれども、膝蹴りのやつですよね。あ、それ膝蹴り。あれを噛み合わなくって2段のやつとかも来るし、いつまでこれやっとけばいいのみたいなのもあってあと結構その EX 球を打った後に V スキル2とかで挟まれてアーマーが意味なくなるとか、そういったことも向こうはやっていたので、なんかそういったところを少しずつ覚えていくしかないですね。であとは、配信とかもしているのであれば、もうとにかく積極的に聞いていく。で配信で聞いてみてコメントを残してくれると思うんで、そのコメントしてくれた人がきちんと合ってるかどうかを自分で検証してみる。でそれをずっと繰り返していけば、もう徐々に知識がついていって強くなっていくと思うので、なんかそういった取り組み方っていうのをやってみるのがいいんじゃないかなと思います。なるほど。それもしますありがとうございます。はい、ということで本日も閉店のお時間となりました。早速 V シフトの有効活用法を教えていただいたので、早速ちょっと練習して試してみたいと思います。アップデートした後のプロの戦いを間近で見れて、もう取り入れるべきところたくさんあったし、いやドグラさんもフードさんもこれからちょっと個人的に対戦をお願いすること増えると思うんで、何卒よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本当にね、新シーズンになってしばらくはね、その変化した部分に目を向けて、なんか練習とかやっていけたらいいなっていうので、僕も結構ワクワクしてます。モスト5ももう本当に後半だと思うんですよね。なんでそれの集大成をね今後見せれたらいいなと思ってます。あとハメジュンでいつもプロゲーマーを見てくれてありがとうございます。ということで、今夜の過激喫茶ハメジュン、お客様はドグラ選手とフード選手のお二人でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週は発売が待たれるギルティギアストライブを先行プレイ。マチャボー選手、モッチー選手がご来店。お楽しみに。